1万円で購入したマイホーム、前回までのあらすじ、キッチンの棚を取ろうとしただけなのに気づいたら天井や壁がなくなっていた。ここから過酷な DIY が始まります。天井の枠組み作って、電気工事して、断熱して、石膏ボード貼って、今回は失った天井を取り戻します。今日もマイホームの DIY 進めてまいります。前回に引き続きキッチン、天井を取り戻します。ということで本日は天井の下地作りでございます。本日の作業はここから始まります。いやーもうすっかり天井なくなっちゃってますね。もともとはジプトーンの小学校とかにある穴ボコボコ開いたなんか古臭い天井がついてたんですよね。それがもう一掃されて今ではもうほぼ外ですね。これ今見えている黒い板の上はもう瓦ですからね。もう寒くてしょうがないんですよ。また9月なんですが、この日気温が10度台で半袖で作業したら結構寒かったんですよね。雨も降ってるし、風がめちゃくちゃ入り込んできて、このままだと冬やばいっしょってことで、しっかり断熱をして天井を作っていこうかなということになりました。で、天井取っ払ってみたらなんかかっこいい梁が出てきたんですよね。この黒い梁。これなんとか出せないかなということで、天井をちょっと高くしてみました。この梁の上の部分ですね。今木材が乗っているこの部分まで天井を上げようかなと思います。はい。こちらが天井の下地、枠組みを作るための木材になりますね。野縁というものなんですけど、これで枠組みを作って天井の下地を作っていきます。初心者でもできるかなってすごい心配だったんですけど、結論できました。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルを初めてご覧になる方はこちらの動画もご覧ください。棚を外そうとしたばっかりに天井や壁を失ってしまいました。ここから本日はスタートでございます。先ほどお見せしました木材で枠を作っていきます。枠なんですけど、これを格子状にしていきます。まずは野縁受けといって、実際に石膏ボードを固定する野縁、それを支えるものになります。先ほどのは仮置きで、どれぐらいカットすればちょうどいい長さになるかというのを印をつけました。ここから丸ノコでカットしていきます。だいたいこの木材が1本300円ちょっとぐらいでしたね。今、ウッドショックで木材の価格が高くなっているので、おそらく普段だったらもっと安いかなと思います。本当に1年前まではネジすらちゃんと締めたこともなかったのに、まさかこんないかつい電動工具使うようになるとはちょっと自分でもびっくりですね。DIY に今まで全然触れてこなかった人でも、ちょっと練習すれば丸ノコも家で使える程度にはなります。ぜひちょっと自分には無理だなと思っている皆さんもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい。それでは先ほどカットした野縁受けですね。これをしっかり梁に固定していきます。いや、天井ってこんな風に作られてるんですね。意外とホームセンターにあるような材料で作れるもんなんですね。ここからは完全に分業制で作業をしていきます。ビスを打ってもらうのが助っ人の方。自分が木材カット係になりました。これね、実はビス打つ方が大変みたいで、途中で変わってもらったんですけど、狭くて暗いところで作業するの結構きついんですよね。暑いし、ほこりすごいし、力入らないし、ビス打ちはなかなか大変でした。プロの職人さんは自動ビス打ち機みたいなすごい秘密兵器を持っているみたいですね。トリガーを引くだけでビスが一瞬で打ち込まれるという代物です。棚を始めてから2日目が終了します。本当だったらね、もうここで壁紙貼ってる予定だったんですけどね。まさかこうなるとは。天井作り3日目ですかね。解体から始めて。こんな感じでこの野縁受けを一旦固定してますね。で今日は野縁を作るところから始めます。キッチン解体作業開始から3日目。ここに格子状に野縁という木材をくっつけていきます。いいですね。なんだかすごく味のあるキッチンになってきましたね。このキッチンがどう変わっていくのか。すでにこの動画の3日先ぐらいの未来は知ってるんですけど、全然違いますね。だいぶ変わりました。最初の頃と比べると。はい、ということで、格子状になるような向きで、どんどん野縁をくっつけていきます。またちょっと後になるんですけど、このキッチンの照明はこだわっていきたいなと思っています。今のところ、シーリングライトが一つと手元灯ですね。よくシンクの上なんかにある白っぽい光を出して手元を照らしてくれる細長い蛍光灯ですね。あれなんかちょっとダサくないですか？今回はその手元灯を外してペンダントライトですね。上から吊るすタイプのペンダントライトを3つと、あとはシーリングライトの代わりにダウンライト2つつけてみようと思います。せっかくね、電気工事しとったんで、ここでフル活用してみたいと思います。ここで作業に戻りまして、ビスを打っていきます。改めてこうやって動画で見てみると、結構すごいことしてますよね。なかなか家の天井壊してもう一回作り直すなんてことないですよね。
多分日本で一番アクティブなおうち時間を過ごしている気がします。そんな自信があります。ちなみにこの野縁は45センチ間隔で並べています。この作業をキッチン全面で行っていきます。基本はここビス止めしていくんですけど、今ちょっと秘密兵器を使ってます。タッカーっていう工具なんですけど、これなんかめちゃくちゃでっかいホチキスの針みたいなものを打ち込むことができる道具なんですよね。なので、例えばこういう木材なんかの仮止めをするときとか、石膏ボードを壁に貼り付けるときなんかめっちゃ楽に片手で固定することができるので、おすすめの工具ですね。2万円ぐらいしたんですけど、買ってよかったなと思います。そうこうしているうちにだいぶ下地作りも進んでまいりました。あと4本入れれば完了ですね。この後は照明を増やすための電気工事を行って、断熱材を入れて、最後に石膏ボードを貼って完了です。天井の骨組みが終わりました。こんな感じでいいですね。あとはここに石膏ボードを貼る。すると天井が出来上がるということで、はい、いいじゃないですかね。綺麗に規則的に並んだ天井の枠組み、こうやって見ると達成感ありますね。しっかり強度もあって天井も落ちてくることないかなっていう感じなので安心ですね。あともう少しでキッチンから空が見える家脱出することができます。続いては電気工事ですね。今2つしかない照明を5つつけられるようにしていきたいと思います。見ての通り真っ暗なんですけど、作業はブレーカーを落として行います。これブレーカーを落とさないと感電しちゃいますからね。あとは電線をいじるこういった作業は電気工事士の資格がないとすることができないので、皆さん注意しましょう。結構 DIY 本格的にやるっていう方は電気工事士の資格を持ってらっしゃる方多いですね。筆記で1ヶ月、実技で1ヶ月ぐらい勉強すれば十分取ることができるので、ぜひね、興味ある方は取ってみてもいいかなと思います。はい。無事に感電することなく作業を終えることができました。続いて断熱を行っていきます。断熱はこのグラスウールという、ガラスの繊維が入ったこういったものを使っていきます。グラスウールを天井に隙間なく敷き詰めていきます。このグラスウールを切ったりして使う際には必ず手袋やゴーグルをつけた方が良いかなと思います。グラスウール肌についちゃうとすごいチクチクして全然取れないので不快なんですよね。グラスウールの敷き詰め作業が完了しました。もうね、だいぶ変わりましたよ。断熱すごいですわ。もともと寒かったんですけど、もう暑いぐらいになりましたからね。続いて石膏ボードを貼っていきます。こちらですね、石膏ボード 9mm のものを天井に貼っていきます。まずはタッカーで仮止めをして、その後しっかりビスを打っていきます。今これ2人がかりでやってるんですけど、職人さんなんかは1人でこれやっちゃうらしいですね。どんな筋肉してるんだって思いますけどね、すごいですね。はい、この部屋では全部で5枚の石膏ボードを使いました。石膏ボード1枚400円ぐらいなので、だいたいこの部屋では2000円分ぐらいの石膏ボードを使いました。木材がだいたい5000円分ぐらいだったんで、この部屋の天井だけで7000円ちょっとぐらい使ったことになりますね。この後壁紙なんかも貼るとして、1万円くらいですかね。全部で使ったとしても、100万円でこの家を仕上げるという目標を持っているので、1万円超えなくてよかったかなっていうところですね。だいぶ石膏ボード貼りも終盤に差し掛かってきましたね。こういう最後の細いところは石膏ボードを細かくカッターナイフでカットして貼っていきます。石膏ボードってカッターナイフで切れるんですよ。すごいですよね。結構脆くて加工しやすい素材なんですよね。さあ、そろそろ天井が出来上がります。それではビフォーアフターご覧ください。気づいたら天井がなくなっていた。そして風がビュービュー入ってくるこの状況。なんとか天井を作らなければいけない。ということで今回は天井を張っていきました。この開放的すぎる天井どうなったんでしょうか。まずは枠組みを組みました。その後断熱材を入れてしっかり断熱。もう寒くない暖かいキッチンになりました。すごい、見てください。普通の家になりました。いやでもまだこれは普通じゃないですね。普通の家この上に壁紙貼ってありますからね。もうやっと天井がある家になったと言っていいんじゃないでしょうか。電線を通すためにちょっとした穴も開けています。おしゃれなペンダントライト3つとダウンライト2つつけるのが楽しみですね。天井に入れた断熱材こちらなんですけど、ちょっと薄いんですよね。ただ十分に暖かい素材でございます。とてもムーディーな光がついてますけど、これ作業用のランプですね。古民家の工場に置いてあったものを拝借させていただいています。いや、改めて見ると頑張りました。はい、こちらはこの日の現場飯でございます。ポテサラとスペアリブ丼めちゃくちゃうまかった。ここで次回予告です。次回は壁を作ります。見ての通り今壁はほぼ外でございます。早く普通の家にしたい。
この物件の他にも DIY の様子どんどん発信しています。ぜひですね、チャンネル登録して他の物件もご覧ください。それではまた。